こんにちは、ロック204チャンネルです。このチャンネルでは IT 初心者のための動画を配信しています。今回はスクラッチ応用講座単純反応時間3と題しをお送りします。この動画の内容は以下の内容となります。今回作成する単純反応時間プログラムは2次元空間の中でランダムに表示位置を変える目標に対する反応時間を測定するものです。この反応時間では左右空間あるいは上下空間において反応時間の遅れが見られた場合に何らかの原因で視空間の認識に遅れが生じていることが言われます。この反応時間測定は脳血管障害の後遺症で見られる反則空間無視の症状を評価するツールの一つとして使用することが考えられます。作成された反応時間プログラムのイメージを見てみましょう。これから反応時間の検査をします。ボールが表示されたらスペースキーを押してください。それでは始めます。こういう形でボールが表示されますので、スペースキーで反応していきます。これで、全体で25回表示されます。で、ボールが出ても5秒以上反応しないと次の表示位置になってきます。これで検査が終わりました。結果の表示切り替えはスペースキーで行ってください。再度検査をするにはグリーンフラッグを押してください。こういう形で、この表示番号ですね、こちらの方が結果というような形で出てます。で、スペースキーを押すことによってこういう形で、濃淡で表示されています。明るいところは反応時間が早くて、暗くなるに従って遅くなります。無視されたところは真っ黒になるというようなそういう結果をこう切り替えることができます。最初に表示番号と画面の位置の関係を説明します。ここでは表示番号は左上より1、2、3、4、5、6。2行目は6、7と表示し25番目は右下の座標となります。プログラムのメインルーチンはステージに書かれた左のコードです。左側のグリーンフラッグが押されたとき、初期設定、表示番号リスト作成、説明して送って待つ、測定、終了説明を送って待つ、結果表示の順でプログラムは進行します。右は初期設定の定義を表しています。ボールの非表示各種リストの非表示変数の非表示を行っています。最初に表示番号リストを作成します。これは1番目にどの座標位置に表示するのかを乱数を使用して作成していきます。全座標25個に対して乱数1から25までを発生させて、すでに表示番号リストの中にあるのかないのかを判断して追加していきます。こちらは猫の説明コードです。猫に対して説明指定を送って受け取った場合には、左の吹き出しコードと音声合成コードを順次実行していきます。右側は終了説明を受け取った場合に実行されるコードとなります。こちらは定義、測定のコードです。
25回の測定ループの中は、カウンターを1ずつ増やしていって、表示番号リストの中から何番目に表示するのかを取得して変数、表示位置に代入します。そしてボールを消して1から5秒間待機します。その後ボールを表示して、この時の現在時間をスタートタイムに取得します。そしてボールが表示されてからの時間を変数 bf に代入します。次に、変数 bf が5より大きい、またはスペースキーが押されるまでループを実行します。ループの中はタイマーからスタートタイムを引くことによってボールが表示されてからの時間を取得し変数 bf に代入します。その下は、もしブロックで変数 bf が5以上大きい場合、つまり目標表示してから5秒経過したと判断された場合、反応時間を入れる変数 rt に999を入れます。そうでないとき、5秒以内にスペースキーが押された場合は変数 bf の内容を rt 反応時間とします。そして rt の内容を結果リストに追加していきます。こちらは結果表示の画面を示しています。スペースキーが押されるたびに表示番号リスト結果リストの表示非表示を切り替えることができるようにしました。またボールのマップが表示されていますが明るいボールは反応時間が早く、暗くなるほど反応時間の遅い状態を示しています。また黒で表示されたボールは反応時間が999、つまり無視された場合を示しています。こちらは定義、結果表示の内容です。まずモードを1として、スト表示モードであることを設定します。モードが1の場合にはリストを表示し、そうでない場合はリストを非表示としてボールをマップするブロックを実行します。右側はスペースキーによってスト表示とマップ表示を切り替えるためのコードです。こちらが定義、ボールをマップするのコードを示しています。ループは表示番号リストのデータ個数だけ繰り返します。すなわち25回繰り返すことを意味します。表示番号リストより順番に表示位置を取り出し変数、表示番号に代入します。そしてボールのクローンを作ります。こちらがボールの非表示と表示を行うブロックを示しています。ボールを消すを受け取ったときはコスチュームをボール A の黄色のボールとします。そして隠すを実行します。ボールを表示するを受け取ったときでは、表示番号より表示 1x、y を計算する式をここに代入しています。ボールをマップする場合このようなコスチュームを使用します。これらのコスチュームは、とのボールを複製し色を調整したものです。こちらはボールがクローンされた時のコードを書いています。先ほど示したボールの表示位置より x 座標 y 座標を計算する式をこちらにも書いています。その下は結果が999であった場合は、右の黒のコスチュームを表示します。次の行は、変数 bf に変数、結果割る 0.4 を実行し小数点以下を切り下げた値を代入します。bf の内容が 0.4 より小さい場合には、ボール b1 をコスチュームとします。前のスライドと同様に bf の内容によってこれらのコスチュームを選択して表示するようにプログラムしています。今回はコンピューターディスプレイ上にランダムに表示される目標に対する反応時間測定プログラムを作成しました。測定した反応時間は表示された位置での値やマップ表示を可能としました。このプログラムは基本的アルゴリズムを示したものですので実際の測定に対応した修正を行って使用してみてください。ご視聴ありがとうございました。